じゃあ、ご飯の眉毛が、もうなんでここに線を入れるかな。元気に楽しく、レッツお絵かき。はい、どうもこんにちは、ニノです。ご視聴ありがとうございます。今回はドラゴンボールの親子カメハメハを描いていきたいと思います。ハートサイズの紙に最初に鉛筆で軽く当たりの線を描いてから、しっかりと下書きを描いていきますよ。ちなみにこのチャンネルは元気に楽しくをモットーに、いろんなアニメや漫画のキャラを水彩絵の具とつけペンを使ってはがきサイズの紙に描いていく声ありのイラストメイキング動画を投稿しているチャンネルとなってます。アニメや漫画が大好きな方はもちろん、イラストの描き方や失敗して修正してごまかすところもこのチャンネルの見どころとなってます。ぜひ最後までゆっくり見ていってね。さて今回はドラゴンボールの親子カメハメハ。そして本日は2025年5月9日で悟空の日というわけなんですが、毎回悟空ばかりお祝いしちゃって、なんかちょっとなぁとずっと思ってまして、今回は5月8日のご飯の日、そして5月10日の御殿の日と合わせて、このずっと描きたかった親子カメハメハを今回は描かせていただきました。で、下書きで難しかったところはというとですね、下から順番に5点から描いていったのはいいものの、一番上の悟空がカツカツになってうまく入りきれなくなってしまって、となってくるとどうするかというと考えた時に、1から全部描き直すのはもったいないんで、真ん中のご飯の腕の太さをもう少し細く、少し全体的にギュッと縮こませて描き直してみました。下書きが完成して次は色塗り、背景を塗っていきます。今回の背景は元絵のように3つの青色を使って塗っていきます。ただ元絵は境界線がくっきりで、そのままぼかさず塗ろうかと思ってたんですけど、塗ってる途中からやっぱりぼかした方が面白いかもと思い、途中でぼかし塗りに変更しちゃいました。そしてはみ出したところをこすって拭き取り、背景が塗り終えたんでキャラを塗っていきます。薄くて明るい色を先に塗り、少しずつ暗くて濃い色を塗り重ねていきますよ。今回のキャラの色塗りのポイントは、この悟空と御殿の道着の色、なるべくアレンジなしで塗ろうと思ってたんで、アニメ色のオレンジを基本として塗ってるところです。
それでは最後に仕上げのペン入れです。まずは丸ペンを使い細い線を入れていきます。てか実は今回ペン入れで2つ失敗したところがありまして、じゃあご飯の眉毛が。まずは失敗その1、ご飯の眉毛を塗りつぶしてしまったところです。もうなんでここに線を入れるかな。そして失敗その2です。まずはここの修正。完全にインクが乾ききてないうちに水を含んだ筆でなんとかこすり線を消していきます。それが乾くまで時間がかかるんで、先ほどの眉毛を修正します。修正といっても上から塗り直すだけですが、そしてとりあえず他の部分をペン入れしていきます。そしてここで修正し、G ペンで細かい塗りつぶしや太い線を入れて立体感を表現。最後にサインを入れて、はい、完成しました。はい、というわけで今回のイラストはドラゴンボールの親子カメハメハでした。いかがでしたでしょうか。ちなみにこちらが元絵、そして私が描いたイラスト。それでは次回の動画でお会いしましょう。また見てね。